どうもダルコです。皆様こんばんは。ついにダルコの消えた初恋聖地巡りの動画、先月行ってきました。消えた初恋の聖地の横浜を一人で巡りましたので、この興奮をぜひ皆様にシェアしたくなったので動画を作らせていただきました。皆様見てくれてありがとうございます。よければ皆様にも聖地巡りをした気分をですね、味わっていただければ幸いでございます。それでは動画スタート。まずはじめにやってまいりましたのはかの有名なロープウェイでございます。ロープウェイといえばですね、第9話のあれですやん。皆様覚えていますでしょうか？忘れてしまっている方は今ならネットフリックスで消えた初恋を見れますので、ぜひチェックしてみてくださいね。第9話で2人の港みないデートで最初に2人が乗ったロープウェイに行きたいと思います。階段を頑張って登ってやってきたのは受付なんですけど、こちら自動販売機めちゃくちゃとかいい。一人片道1000円で購入いたしました。でここでピッてやるんですね。はい、もうハイテクやな、さすが横浜みなとみらいをちゃいますわ言うて知らんけど、はいということで基本的にね、一人で乗ってる人はねいないですいなかったです。基本的に家族やカップル一人で乗ってるのは私のみでしたが、そんなこと関係ないんですね。はい、これ見てほしいねんけど、これ見て、外側見た、今外側見た、もう入ってんけどちょっと時間ないもん。外から中の様子が見えへん構造になってんねん。だけど中から外はめっちゃ見えるっていうそのシステムになってるから、だから私思って、だから二人はここで気にせず手をつなげたんやって思って、なるほどと思って、このロケ地に行ってその構造がわかるという、いやロケ地巡りの最高の楽しみ方だから、いくらキスしても周りから見えませんので、青木と青井田カップルがね、今後また来た時は次はキスしてほしいなって勝手に思ってます。はい。ちなみに感染対策のために今はこのロープウェイはグループごとの乗車となっておりますので、一人で乗っても相乗りとかせんでよくて気まずい感じにならないので最高でございます。それにですね、外から中の様子がわからないので、一人でどんなことをしても大丈夫。一人で乗るのは不安なかったも安心しなはれ。ここで青木はんが言いまんねん。青木がさ、自分で動画撮りながらさ、ロープウェイに乗っています。僕の前には井田がいます。そんでさ、井田はそれを聞いて笑いながらさ、そんなアップにするなって言いまんねん。ラブラブちまんねん。めちゃくちゃ最高の景色。これ普通に消えた初恋関係なくても乗ってる。ドラマのシーンではですね、青木が間にねえねえみたいに肩ポンポンしてさ、どっか指さすシーンがあってんな。で、青木はさ、あの時一体何を指さしてたんやろうか。このロープウェイに乗ったらわかるかなと思ったけど、いろいろ周りにありすぎて、青木が何を指さしていたのかはちょっと不明なんですが、こちらが井田が観覧車あるって指さした観覧車でございます。観覧車めっちゃでかいから。観覧車めっちゃでかい。で、私観覧車に乗ってると思ったよ最初。なんか港未来の観覧車のイメージがあってさ。あと2人でさ、めっちゃ下を見てさ、その時さ、井田がさめっちゃにやけてたシーンがあんねん。下にそんなににやけるもんあるかこのロープウェイからって思ってんな。でもな、分かったわ。あれはさ、青木とこの狭い空間に折れたことににやけてたに違いない。絶対そうや。そういうことにしてくれ。なあ、この椅子にさ2人座ってたって思ったらやばない？この椅子じゃないかもしれんねんけど、いやでもこの可能性もあるやん。そう思ったらさ、なんかこの椅子ぬくもり感じてきたわ。いや、ここに座ってたかも。ほっとしてこの景色を見てたかなと思うと、ほんまに上がるな。やばい、私横浜住んでたら週1で行ってんちゃうかな。いや、てか年パスくれみたいな。うわー、やばい、もう終わっちゃう言うてさ、ここら辺でさ2人がさ手つなぎまんねん。皆さん。降りました。ついにロープウェイを降りました。港未来マジ最高で、結構朝方に行ったので人もあまりいなかったのですごく良かったです。そして次は2人がラブラブイチャイチャしていた道に行きたいと思います。
まあ私の予想やとね、ケーブルカーに降りて、あそこのね、イチャイチャする道まで絶対2人で歩いて行ってるから、ここもある意味、2人歩いた場所っていう感じだと思うねん。知らんけどな。でも場所がさ、わかるかなと思って、特定の住所っていうのがわからへんかったんやけど、なんか、運河パークか、みたいなの調べたら、ここら辺かなって歩いとったら、結構そのオタクの人がいたんですよね。素のオタなのか、何はオタなのかわかんないですけど、明らかに消えた初恋のオタクの人がいたので、うわ、すごいね。だって平日の朝やで。平日の朝にそんな人来てるんやとか思って、いや、関西からお前も行っとるやないかっていう感じなんですけど、一人でな。だけど、いや、すごい人気やなって思いました。そしてここです。見てください、ここ。見覚えありませんか、皆さん。ここでさ、井田がさ、楽しみだなって手をつなぎながら言うんですわ。ほんでさ、人がさ、通って気になって青木が手を恥ずかしがって話すやん。そんな青木をさ、ニヤニヤしながらさ、井田が見つめてんねん。それでな、無理やり手をつなごうとするねん。そしたら青木は、いや、いいよと言いながら嬉しそうにする道でございます。なんか2人が歩いてるって聞いただけでこの道めっちゃ黄金に見えてきた。なんか光り輝いてへん。最高の道やないか。バージンロードここにしてくれへん。いやほんま港未来をなロケ地にしてくれたスタッフ、消えた初恋のスタッフの皆さんほんまありがとうって感じ。こんないい景色見させていただいて本当に感謝です。でもこのロープウェイの景色もめちゃくちゃええ。めちゃくちゃええ。空綺麗すぎやん。空綺麗すぎやん。あ、見てください。鳩でさえもラブラブしてるやないかと。むしろこれさ、井田と青木を鳩化したものじゃないかなっていうちょっと思ってきたっていう何の話いやーでもなんか横浜の鳩って綺麗やな。なんでやねん。いやめっちゃ行列。次はカフェに向かいたいと思います。なんでこんなに行列があったかというと、カフェが入ってる建物のオープンがですね、11時からで、カフェのオープンも11時からなんですけど、そのオープン前にすごいね、おばちゃんとかおじいちゃんとかがさ、めっちゃ並んどって、もう待ちきれみたいな感じで、この人らみんなカフェ行くんちゃうとか焦って、こちらがカフェなんですけども、あそこで2人がね、映画の確認とかねしてたカフェですね。こちらなんですけども、マジで誰もいなかった。で開店同時に入ってる人はうちだけやった。さっきの行列何なんていう。こちらです。ここが稲と青木が2人でね、戯れてたっていうか話してたカフェでございます。ここでね、井田は実感するんですよね。いろいろ考えてくれたんだろうかって心の中で青木がどれほど自分のことを考えてこのデートを計画しているのかっていうのをね、今回私座らせていただきました。22番よろしくお願いします。ちなみにこっち青木の席なんですよ。青木の席の方座ってもうてんな。だいたいさ自分の推しの方の席座るやん。だけどさ、なんかいや井田の彼女気分を味わいたくて青木の席座ろうとか思って一回座って、いやちょっと待って井田の席も座りたいかもって思ってんけど、途中でなんかこの人まだこっち座ってて、ちょっと一人やのにちょっと嫌な客やなって思われるかなと思ってちょっとこっちだけにいたしました。話長。そして今回私はもちろん井田のメニューをオーダーさせていただきました。こちらのカフェラテでございます。ホットカフェラテでございます。井田のカフェラテを飲みながら外の景色を見て優雅な朝を過ごしております。ちなみにこちらの席は YouTube で井田と青木が座っていた席となっております。そしてこのなんかココアのクッキーみたいなもらいました。なんかついてくる。そしてごゆっくりお過ごしください。手書き優しすぎる。真心あふれすぎ。ちなみにこれお一つ660円のカフェラテでございます。ちなみに先ほど頼んだカフェラテのコップもですね売っていたので、自分へのご褒美に購入いたしました。これで毎朝井田を少しでも感じることができるとありがとう。外にもですね席がありまして、もうこっちもねもう超優雅にセレブリティな気分を味わえるんじゃないかというめちゃくちゃいいカフェですね。外のこの景色がねですわ。このバニラビーンズさんお世話になりました。本当にありがとうございます。出る時には結構お客さん入ってましたので、人気ないとかではないですめちゃくちゃ人気ありますんで、私が早く来すぎたっていうだけです。はい。いやいいお店だったな。また横浜来るときは絶対行きたいと思います。これチェーン店っぽかった。チェーン店なのかな。他にもね横浜でね見ましたこのお店。そして次はですね青木と井田が映画を見た後に青木が
バカ泣き崩れる名シーンでございますね。その後に井田の家に行くんだけど、私は井田の家に行けないので皆さんにこちらをご紹介したいと思います。こちらです。この棒です。棒ですとか言って。井田がですね、青木を慰めて、帰りにうち寄ってくって言うんです。Tinder やマッチングアプリとかで初めて出会った男に一番言われてはいけないセリフナンバーワンをぶっかますんですよ、井田が。こんなこと言われたら絶対チャラをかけて、皆さん絶対についていってはいけません。しかし、井田ならオールオッケーだ。ちなみに私はここでずーっと信じられないぐらいずーっとシークレットタッチを耳に流しながら歩いてましたもうほんまにこの横浜の青とシークレットタッチのブルーが合うんです。皆さんもね、ぜひ一人オタ活とか行かれる際はずーっとここでシークレットタッチを流しながら歩いてみるのもすごくおすすめでございます。もう今もね流したいぐらいも流せへんから自分で歌ったろ。この胸を高鳴りを確かめるより君の線に何度も触れたやろう。いや何がやねん、何がやろうやねん。そしてお次はこちらでございます。わかるかな。見えてんね来ました。伝説の歩道橋でございます。皆さんお手を拝借。一緒に井田と青木の初手つなぎの場所へワープしませんかということで、こちらの歩道橋の階段を登っていきましょう。またシークレットタッチ歌いたくなるで。この胸を高鳴りを確かめるより君の線にじゃーん、ご覧ください。こちらは第8話で青木と井田が初めて手をつないだ場所。青木と井田がこの景色を見ながら手をつないでいました。ここで手をつなぎながら井田が言ったんですよね。んって。そしたら青木が不安になって聞いたんです。井田ってさ、どこまで分かってんの？そしたら今すぐどうとは考えてないけど、青木のこと気持ち悪いなんて思うわけないだろう。自己肯定感が低い青木を少しずつですが確実に安心させてあげるよっ。プロ彼氏よっ。井田、お前みたいな男と付き合いたいよっ。ちなみに井田はこの辺から登場しました。目印はですね、このほぼ誰も見れない案内板。素敵やで、こんなね。さすがにみなとみらいっていう感じですけど、みなとみらいからねちょっと先の見たメインのとこからはちよっと歩いたんですけども、いやでも全然歩いていける、すごい素敵な場所でございます。本日訪れた場所の詳細は概要欄に記載しておりますので、ぜひみなとみらいに行かれる際は皆様もご参考にしてください。ダルコ動画終わらせようとしてない？これで終わりでかと思った皆様、ご安心ください。もちろんまだまだ続きます。ダルコの消えた初恋聖地巡り。さーて、来週のダルコさんはダルコです。最近は7月に発売される消えた初恋のブルーレイが楽しみですね。カツオも、姉さん、僕はどうやったら井田みたいないい男になれるんだいと聞いてきたので、髪を伸ばすところから始めてみようかと言っておきました。さて次回はダルコ不審者になる、ラーメン屋からのツイート、夜の誘惑の3本です。来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。うふふふふふふ。